イク。こんばんは。またもたもたしてしまいました。これどこ行った？これどうやって音出るの？あ、これでいいのかな。こんばんは。今日は海に行っただけだけど、またアクアリゾートの海にちょっと行ってきました。今日はめちゃくちゃサイパン暑いですね。エアコンつけたいなって思う感じの暑さですね。いやいや、何これ、なんかアドバンスストリームっていうのがなんかスタートしちゃって、やめてやめて。ちょっと待ってください。わわわわ、始まってしまった。ちょっと戻そう。今日は日本人観光客の人に、海で会ったんで、その方にお話をちょっと聞いてみたんですよね。する可能性があるんですよね。頼むからつながっていてほしいんだけど、こればっかりは。あ、こんばんは、深夜さん。いつもありがとうございます。あ、これ音流れてるのかな。ちょっと待って。なんかちょっととある仕事で、この方です。ちょっと動画見てください。私携帯をチェックします。携帯でサイパンマラソン音をチェックしたいと思います。え、サイパンマラソンで、携帯が繋がんないんだけど、どういうこと？観光エリアみたいな。あ、繋がったかな。え、オンタイムで繋がんないのこれ。ずいぶん映像と、今思ったんですけど、映像と、あ、ちょっと聞こえないよね、私が喋ってたんじゃ。まあでもちょっとまだそれ決まってきました。黙ります。ちょっと動画見てください。なんかそういうので、そういうのができたらいいな。音出てないの？すごいいいです。すごいいいですけど、完全の関係のものは全部揃ってるんですけど、深夜さん、音出てる？だいぶなくなって携帯つながんなくな携帯つながんない。こんな近いと思わなかったです。どういうこと？これ携帯つながんないの？全く把握してなかったです。だって携帯がつながらない。はい、僕特に全然サイパンとか旅行するタイミングもなく、興味もなく。特になかったんですよ。あ、こんばんは、のばるさん。ちょっと動画を見てほしいです。音出てるかな？音出てたら教えてください。携帯で確認したいんですけど、携帯がくる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 回って動きません。困ったなこれ。深夜さん、のばるさん、どっち？誰か見てる人、いつもの本調子だったら、動画のそうなんだ。だから怪我してて、言葉出てます？音。ああ、そうなんだ。見てたら、全然いけたなと思って。意地悪だな。この雨意地悪だ。勘弁して。
見たい。こっちで言葉出てます。あ、携帯つながった。音出てる。私がうるさくて聞こえなかったよね。もう一回。ちょっともう一度です。こんばんは。音出てましたね、今動画のね。よかった。今日は日本からなんと視察をしに来た方が来ていて、それ政府に呼ばれ、その人たちは政府に呼ばれてるらしいから、きっと政府が観光業の方に動いてるってことですよね。で、韓国の視察団の人も、視察団というかなんかメディアを呼んでるって言ってましたね。韓国のメディアの人はケンジントンホテルに泊まってるって言ってたんで、日本の人はマリアナですね、アクアリゾートホテルに泊まっていて、そこから視察に動いてるみたいなんですけど、今日なんかサイパンではマラソンがあったらしいんですよ。全然知らないけどマラソン大会があって、そのマラソンにもその方たち、この人ですね、出たらしいんです。東京からいらしたみたいで、音が聞こえてるんで、もう一回見てください。できたの？何の？なんかちょっととある仕事でいろいろ視察、サイパン視察？でサイパンマラソンをしていた。そんなこともやったの？サイパンマラソンでいろんななんか昨日はサイパンのエリアというか観光エリアみたいなところをちょっと視察して、じゃあ旅行会社さん？ってわけじゃないんですけど、ちょっとそういった感じでサイパンのちょっと PR みたいなところのお仕事も韓国の？でもちょっとまだそれ決まってない話なんで、たらいいなって体験すごいいいです。すごいいいですけど、自然の環境系のものは全部揃ってるんですけど、やっぱりショッピングとかの部分とかがもうだいぶなくなってきます。なんかね、自分の部分が難しいな。そんな近いと思わなかった。しかも正直位置関係も全く把握してなかったです。もうだってそうですね。40過ぎですけど、僕特に全然サイパンとか旅行するタイミングもなく、興味もなく。特になかったです。正直僕サイパンって東南アジアとアメリカなんだって知らなかったです。そうなんだ。うちはアメリカなんですよ。アメリカなんですよ。またもうちょっとしてですけど、いつもフルマラソン走るんですけど、ちょっと怪我でハーフなんですすごい。すごいフルマラソンの1月3000ドルで、ハーフマラソン1000ドルだったんですけど、僕いつもの本調子だったら多分優勝できてました。そうなんだ。だから怪我してて走れなくて、残念と思って1000ドルじゃんと思って。そうなんだ。深夜さんありがとうございます。マキさんありがとうございました。
びに泳ぎに行きましたね、この後。でこの後女の子とにゃにゃダメ、女の子たちがプールサイドにいたんで、日本人かなと思って話しかけてみたんですよ。やっぱり日本人だったんで、その VTR も撮ってあるんでVTR なんていうの、そういうの動画も撮ってきたんで、いやいやダメだって、こっち行って、こっちこっち、何やめて、ダメダメダメ、踏んじゃダメ、やばいやばい、あれなんで女の子たちの VTR 出ない？出た？ここからですね。完全防備な状態で女の子たちがいましたね。あ、仲間ですか？もしかしてサイパン盛り上げるタイプ？盛り上げるタイプ。そうですね、サイパンのそこでね、終わっちゃう。みんな知ったんだ。そう、さっき走ったって言ってたんで。飛行機ね。なんか飛んだよね。わかりました。なんかそんな何もないって感じなかった？すぎなかったです。ないことをいや、いい。あとバナナボート。あるある。うん。綺麗ですね。上から見た。なんで？なんで今日はこの2組とも同じグループだったんですよね。結局ね、視察団の人だったんですけど、なんか PR サイパンの PR をサイパンから頼まれてるっていうことなのか、でも話になるかまだわからない、ちょっと具体的なことは言えないよみたいな状態だったんで、どうなのかわかんないけど、まあ日本にも韓国にもサイパン政府は今アプローチをかけ始めたっていうことらしいんですよ。で視察に来て、マラソンも走って、ちょっとマラソンに賞金が出るっていうのもびっくりしちゃって、1位が$3000、すごい、結構出すんだなって。どこがスポンサーになってるのかわかんないけど、多分 IT&E とかそういうところだと思われるが、電話会社とか中国系のところがスポンサーになってるんだと思うんだけど、ね、お金が出るっていうのもすごいなと思ったし、視察に来てるっていうこと自体がちょっと驚きで、観光の方に力を入れ始めたのかなと。それとも最後のあがきなのかどっちだかわかんないけど、やり始めたみたいですね。どうなるんだろう。でもガタガタになっちゃってからやり始めてるから、やらないよりは全然いいんだけど、
サイパンがちょっと東南アジアだと思ってたっていうのにもちょっとびっくりしちゃったんだけど一応ね一応本当の一応って感じなんだけどアメリカなんですよね。軍事的にはね昔の戦争から考えても重要なサイパンは場所なんで、サイパングアムはね重要な場所でアメリカが抑えましたね。中国に乗っ取られるんじゃないかななんていう時期もありましたけど、まあ、これから先は分かんないですけどね、いつそんなになっちゃうか。サイパンは土地自体がこうエイリアンが買えないので、日本人や韓国人が一応長くても55年リースっていう形でしか買えないので、ここに中国人とかがガンガン投資をしてて、かなり買いはしたけど買えてはいないので、55年リースだから日本みたいにどんどん中国人がみんな買ってってなくなって日本の持ち物がなくなってしまうっていう状態のところではないので、地元の人が結局は持っているっていう権利を持っているっていうところなので、今 まだアメリカじゃない、アメリカなんだけど半分アメリカじゃないんですよ。半分ぐらいアメリカじゃないっていう状態のところなんで、なんだっけ、固定資産税とかが今かかんないんですよね。だからローカルの人が持ち続けていられるっていうのもあるんだけど、固定資産税がこれで本当のアメリカになっちゃうと、グアムなんかはアメリカの税制よりは安くなってるけど、一応固定資産税やなんかがかかる状態でいるんですよね。あったりするとサイパンはだからその辺はかからないけど、これからもしアメリカになってったらそういうのが発生して、アメリカなんだけどコモンウェルスっていう状態で自治区法地区アメリカが援助してますよっていう国なんで、そういうところがちょっと他のところとは違うっていう感じがあるんですけどね。昔は日本の投資家がバンバン来ていろんなもうほぼほぼ買うみたいな状態があったんだけど、今は日本人が本当に来なくなってて、今日も観光客の人かなと思ったら視察団だったというね、ちょっと驚きで、視察してくれてなんかしてくれるのかなって PR って言ってたから、コマーシャルとかのことを言うのかな、なんだろうね。コマーシャルってみんなカットして録画するから、コマーシャルってあんまり意味ないと思うんだけどね。どっか番組の中とかやっぱり本でも本の中とかにこう残していかないと、録画するときみんなコマーシャルカットで録画するでしょ。そんなことないのかな。そんなことないですか。私なんかはやっぱ日本の DVD 録画してた時なんかコマーシャルカットで録画してたんで、コマーシャルほぼ見ないっていうあれが多かったけど、そんなことないですかね。コマーシャルにも意味があるのかもしれないんだけど、あと YouTube のコマーシャルとかなんか特にもうなんか真剣に見てる時にいきなりすごい音で入ってこられるともう腹が立つっていうのかな。もう絶対に早くスキップしたくなるから、あれコマーシャル作る人は
音なしで文字で出すか、フェードインの音楽を入れるか、そうじゃないともう腹立つと思うんだけど、そんなことないですかね。あと YouTube 見てる間にコマーシャルが出ると思うんだけど、これの設定の仕方も全く分かんなくて、他の配信者さんはたまにこうトイレとかなんか行く時にポチッとなって言って押したりしてる人が、ポチッと行きますとかって言ってる人がいるんだけど、あれどうやってやるんだろう。なんか調べても出てこなくて、どこで設定すればいいのかが全く分かんない。だからまだコマーシャルが途中で出てくると腹立つんですよね。自分的に腹立つから、なんかこう本当言葉のっていうか話題の終わった時になんかあれしてほしいですよね。コマーシャルどうです？コマーシャル見る？なんか反応してくれると嬉しいんだけど、数人の方。陣也さん、ノファルさん、2人しかコメントくれないんだから、これもうお願いします。と今日が8日の日でしょ。あさってがちょっと話がめちゃくちゃ飛ぶけど、あさってがなんとかなんとか日って言ったらもう全然わかんないじゃんね。転写日、一粒万倍日っていうのと転写日っていうのが重なる日で、ものすごい何かをするのにいい日らしいんですよ。ことを始めていくのにいい日らしいんだけど、そこに乗っかれるか乗っかれないかで、過去にもしそういう一粒万倍日っていう日に何か変なことをしてしまうと、一粒万倍日だからその日のことがすっごい悪いことになって過去に未来に出てくるっていう日らしいんですよ。また私過去にそんなことをしちゃったのかなと思いますよね。今の状態を考えると、なんかしちゃったから一粒万倍日っていうのになんかしちゃったから今こんな辛い思いをしてるのかなとか、そういう日らしいんですよね。3月10日はそういう日でって言ってましたね。なんかね、グアムのでまた話飛ぶけど、今サイパンとハワイとかサイパンとグアムとか行くのに、日本も同じだけどすごい航空チケット代が高くて、それを抑えるために日本の航空会社や韓国の航空会社にサイパンとグアムがサイパンハワイは無理だと思うけど、グアムハワイとかをもっと飛ばしてくれないかとかっていう話をしてるらしいんですよね、議員さんが。多分無理でしょうけどね、無理だと思うけど、飛ばすなんてこのご時世に人がいないのに飛ばす航空会社もいないですよね。なかなか難しいだろうなって。このみんなが言ってたこの動画の中でも企画の人たちだよね。やっぱ飛行機がないからねってやっぱりどっちも別々に聞いてもそう言うから、1週間に3便しかないんだっけ。韓国も今毎日は飛んでないと思うし、香港も毎日は飛んでないと思うんですよね。だからそういうことをね、やっぱ飛行機一番大切なんだけど、やっぱ需要がないところに飛ばしても仕方ないよなっていうことになっちゃうのが
飛行機会社のことだから、もちろんニュニャダメだって。ちょっと待ってください。すいません、ちょっとすいません。とごめんなさい。うちの猫がえらいことをしようとしてました今。私の洗濯物の乾いた洗濯物の上で粗相をしようとしてました。相手にしないとそういうことするんですよね。なんかうちの猫飼うの初めてだからね、どう扱っていいのか分かんなくてやりたい放題させてるんですけどね。この人に話を聞いてもやっぱりサイパンは自然はたくさんあるけど、みんな言うんだけど自然はたくさんあるけど買い物もないし、男性からしたらやっぱりナイトクラブなんかもないのもね、やっぱりネックになるらしいですね。この方じゃないけど他の方にも聞いたんですけど、やっぱりナイトクラブっていうのは重要なところで、ゴルフやった後とか飲みに行くのでもカウンターバーでこう飲むよりやっぱこう南の島とかに来たみたいな状態のところがいいんじゃないか。深夜さん、卒業旅行者とかいないんですか？そんな時期もそんな時期だ。いや見ないよ、全く見ない。卒業旅行の時期なんだ今。見ないですね。卒業旅行の時期だよね、3月だもんね。もう全然見ない。だから今日も日本人の人だと思ってバッと声かけたら視察の人だったっていう、たまたまで韓国の視察団の人はケンジントンホテルだから、この人たちもなんかマラソンにも行くなんていうことが新聞に書いてあったような気がするな。マラソンがメインなんじゃないかとか思ってきたけど、でもサイパンっていうところを今日本の40代って言ってましたよね。40代30代の人あんまり知らないみたいだし、まず興味がなかったみたいだから、この女の子たちは買い物がないことにはそんなにストレスがかかってないみたいで、まだ買い物に興味がないのか、それとも全く必要性を感じないのかわからないけど、自然であることにすごいいいと思うって言ってたけど、でもカフェは欲しいって言ってたね。カフェが今日一軒、多分角のとこなんていう名前なんだろうな、この間の動画に出てるカフェだと思うんですけど、あそこに行ったみたいで、カフェは欲しいですよねって言ってたから、でもカフェって実際儲からないから本当に儲からないので、バーじゃないと、バーならまだなんとかなるけど、カフェって儲からないから、人ばっかり必要だから、それでいて礼儀作法とかも結構ちゃんとしてなければならない
まあホテルでもどこでも同じなんだけど、カフェって意外とここ外国では働きやすい場所、ホテルとかよりやっぱり働きに行ける場所でもあるから、申し訳ないけどあんまりなんつうんだろうな、言いにくいなこれ。 YouTube とかだと、お店とかなら言えるけど YouTube だとなんか怒られちゃいそうだから、あんまり言うのやめようね。結構ね、これは日本人でも何人でも同じなことなんだけど、アホが来るんです。アホが来るともうめんどくさいんですよね。うちなんかにも面接来た人で、ワインの種類を言ってください。例えば赤と白とロゼっていうのでもいいし、テストを作るのね。日本人の枠っていうか、自分とこの会社の外国人の枠にローカルの人とか、ローカルのグリーンカードとかの人がアプライ私働きたいですってアプライしに来られちゃうと、その枠に対してそのローカルの人を先に雇わなきゃならないっていう法律的なものがあるんで、それ日本でも同じだと思うんだけど、ローカルを先に雇いなさいっていうことだよね。ローカルを先に雇いなさいっていうことで、その枠にでもローカルの人がアプライしに来ちゃうと雇わなきゃなんないから。だけどいい人ならもちろん大歓迎だけど、いろいろできることならね。だから計算テスト、あと常識テストを紙に作ってこう出してたの。もう結構ワイン知らない人もいるからね、ちょっとびっくりしちゃう。計算はまずできない人が多かった。10問中9問不正解とかね。そういうテストを作って、こういう結果だから雇えませんでしたよっていう事実を作っとかないと、そういう人に限って訴えたりしてくるんですよ。差別で雇ってもらえなかったとか言ってくるから、そういうのを避けるためにそういうテストを用意してましたね。すごい難しいテストじゃないけどね、全然簡単なテストだけどやっぱ用意しておいて、で日本人の枠を守るっていうか、今まで日本人じゃないな、なんて言ったらいいの、フィリピン人もいたから、その時にできる人の枠、マネージャーとかの枠をちゃんとマネージャーとして、その人が必要だから、その人の知識ぐらいないとそこのポストに入ってもらったら困るから、そういうプロテクションはしてましたね。今日も海を、さっきの映像、これは、この間3日前ぐらいの映像だけど、さっきの映像は今日の海の映像なんですけど、また本当に人がいないね。本当にいないです。今日土曜日だからもっと人いるかなと思ったんだけど、日本人、今日もでも日本人に会えたんでちょっと嬉しいかなって思いましたね。深夜さん、夜遊びができないと慰安旅行候補地にも、そうなの、ならないですよね。そうだよね、そうなんだよね。夜遊びやっぱり
やっぱり必要でしょ。なんだかんだ言っても本当女性でも何でもこう男性に限らずだけど、みんなこうちょっとは弾ける場所っていうか、女性の場合はバーでも普通のバーでも平気なのかな。昔はやっぱりサイパンに若者の層の働いてる人がいっぱいいたんですよ。男の子は特に。そうするとその人を目当てで女の子の友達を連れてこう来てて、だからかなりこういっぱいなんつえばいいの、難しいな YouTube って。言葉選ばなきゃいけないよね、いろんなことをこういうのって難しいんだな。あんまり変なこと言っちゃいけないんだもんね。でも夜遊びは多分ゴルフのおじさんたちには絶対必要でしょう。普通におじさんじゃなくても必要だよね。若者にとっても、例えばクラブがあったり、クラブなんか聞かないもんな。あるのかな。多分聞かないんでないと思う。クラブがあったらもっとローカルの人たちは自分たちでビーチとかで音楽かけてそこで踊ってるからね。日本人とかはそういうわけにいかないよね。なんか恥ずかしがり屋さんだから、クラブに行ったって踊んない人の方が多いのに、でなんとなくそういうとこだからキュッと踊るっていう感じの人の方が多いでしょ、日本人って。どうなの？そんなことない？夜遊び必要だからね。夜遊びが必要なんだけどないよね。やっぱマーメイドやロシアンルーレットは必需品だったんだけどね、サイパンにとって。手がないっていうのはちょっとね、寂しい限りだから、中国の子たちも結局中国自体が経済が良くなっちゃったから、出稼ぎに来なくても向こうで働いて向こうで稼げるっていう状態になっちゃったし、もちろんロシアの子もそうだし、日本人はサイパンに来るよりグアムやハワイ行ってそういう夜の仕事してるから、サイパンはやっぱり抜け物になっちゃうんだよね。サイパンって最後のチョイスぐらいになっちゃうのかな。最後のチョイスにもならないかもしれない。最後のチョイスになっちゃうのかな。サイパンは野原さん、サイパン何もないですね。でも今日の視察の人は自然がいっぱいあっていいっていうことは言ってくれてましたよね。それとそんな目で見たことなかったんだけど、海がどこのビーチに行っても違う顔を持ってるってこんな目で見たことなかったから、ちょっとその発想がこの女性の方たちが言ってたんだけど、そういう風に見れるんだと思ったんだけど、ちょっと素敵な言葉だなと思ったんだけどね。いろんな顔を持って
てるって言ってたんだけど、あと上から見たら綺麗でしょうねって言ってたんですけど、カポチョさんあたり行けば上から見れるよね、海がね。飛行機借りなくても、飛行機とかセスナとか乗らなくても、ヘリコプターとか乗らなくても、カポチョ山にレンタカーで行けば、見れると思うんで、観光来たらカポチョ山行って上から海を見てください。綺麗だから。どう？こんな感じ？ダメ？今日はね、視察団も来てることだし、韓国からの視察団も来てることだし、ちょっとはいいこと言うチャンネルにしようかなって。どうかな。でも政府も力入れてくれてるっていうことは、ちょっと望みがあるのかなって思いますよね。そういえばちょっとめちゃくちゃ話はまた飛ぶんだけど、トランプ大統領が出したミームコイン、ものすごい金額になってますね。どうしちゃったのってぐらい。いくらだっけな。ミームコインってトランプ大統領がこう発売した時にどんどん落ちていって下落の一途だったんですよね。それが今、昨日だか今日だか、昨日かなんかに3億5,000万になって、3億5,000万ドル、そのミームコインを例えば 3週間ぐらい前に買ってたら億万長者、100万ぐらい買ってたら億万長者っていう、もうすごい現象が起きているという。トランプ大統領のミームコインあんな下落してたのを買おうと誰も思わないよね。それが3億5,000万ドルになっちゃうっていうんだから、ものすごいことだと思うけど、どこで買うのかは知らないから、どこで買えるものなのか、このミームコインが買う気にももちろんなれないし、そんなとこに手出す余裕ももちろんないんだけど、ミームコインってすごい、さすがトランプ大統領の力って感じ。ドル円がいくらになったのか今日見てないんだけど、知ってます？誰かパスとかやってる人いないのかな。なるほど、148円に戻ったんだ。146円ぐらいつけてたんだよね、確か。土曜日かな。土曜日じゃない、金曜日一時146円かなんかつけてたと思うんだけど、今148円。なんかすごくない？ 1 日で2円とか動いちゃう相場になってきてるから、ものすごいね。野原さんも裁判何もないからなとか言わないで、なんかもうちょっと違う、なんかあるよ。なんか綺麗な海もあるし、もうとにかく政府の体制、警察官とかもそうだし、ちゃんとしてくれないとちゃんとしたことを言えないよね。こういう YouTube でも私のだって強盗の対応だっていまだに本当に何の連絡もないからね。何もだよ。人には書類を出せだのなんだのって言うけど、何の連絡もないし、
でなおかつ政府の政府の中のそういうところをヘルプする、私みたいな被害者をヘルプするところに連絡しても、そこもイベントがあるからとかって言ってイベントファーストで、それから何にも連絡ないし、何にもだ、政府がそういうことをちゃんと動かないから、多分私だけじゃないと思うし、こういう風にされてるのが私だけだったらもっと問題だけど、これをこんなね、強盗とかね、泥棒がバンバン毎日起こってるようなところにね、やっぱ投資もしたくないし、だから観光客いなくなっちゃうんだから、嫌な思いしてる人がいるから観光客が減っちゃうわけっていうこともあるしね。絶対にそういうとこからしっかりしてくれないと、ね、観光の視察者やメディアを呼んだとしても、もしメディアの人がもしそういうところを悪い面を嗅ぎつけたら、メディアの人なんてそういうことを話題にするかもしれないしね。実際に昔なんかも悪いことで新聞にいっぱい載ってたことがあるんだから、そういう部分をなくしてってくれないと、本当にね、みんな言うようにこの自然がすごくいいって言ってくれているんだから、こういうとこをもっと安全にして、一人でもガラパンを歩けるような、それにはね、やっぱりポリスがいてくれなきゃ、ちゃんとしたポリスがいてくれなきゃダメだし、どの人がちゃんとしてるんだかは全く分かんないから、この人はダメだったっていう人もいるわけだからさ、それはどこの国に行っても同じなんだろうけど、でもこの狭い島でね、もっと明るくしてもらいたい、治安を明るくしてもらいたいものだわ。治安や政府がやらなきゃいけないことをもうちょっとやってもらいたいよね。最低限ポリスがちゃんとした動きをするっていうことぐらい、もうちょっと教育してもらいたいよね。でその後の刑事さんも何も動かない。その後の AG オフィス、AG オフィスって司法局っていうんだっけ、なんていうの AG オフィスって、法律の方の長官のオフィスもう全く動いてくれないから、うちの商品なんか刑事さんたちが見つけてその写真を送ってきてるんだよ。これはあんたのかって。だからそれうちのですって言ってるのに、1年以上帰ってきてもいないし、押収したっていうのは聞いてるけど、全く戻ってきてもないし、銀行のことも何にも教えてもらえないし。でね、先週ね、ガバナオフィス行ったんですよ。実はガバナオフィスに行って、なんでこんなに動いてくれないのか、普通に苦しくてたまらないんですけどって。でうちなんか泥棒が入ろうとしていることがもう何回もあったから、パトロールもしてくれないわけだよね。強盗や泥棒が動き出すのがプロの人たちが動き出すのは朝4時とか3時ぐらいから動き始めて、4時ぐらいに
4時とか5時に突っ込んでいくっていうのが多いから、今までだいたいその時間だからね、この、泥棒だけで何百回あったか分かんないから、でも時間がみんなその時間なんだよね。だいたい店で 2時ぐらいまで飲んでて、2時3時まで店にいたりして、その後泥棒って入ってくるから、強盗もそうだし、で強盗人がいたって入ってきちゃうんだから、もう怖いよね。お構いなしだから関係ないんだもんね。でうちなんかはトイレまで使ってって、それを流さないでそのまま置いていくっていう、もうひどいよね。日本はそういうのがやっぱないから、まだ全然安心だよね。どうなのかね。そういうのをやっぱり正してくれないと、政府は正す気があるのかどうなのかも全くわからない。一人の女性はガバメントオフィスの中で働いてる、本当今の知事、パラシオス知事の側近の人はものすごくこうやってくれるんだよね。いろんなことをその人に相談しに行くと、こういうふうに筋道を立てて紹介してくれるんだけど、その先が動かないんだよね。その先が止まっちゃうの。何でもそうなんだよね。どうなってるのかもうわからないって言ってレターを書くと、そこまで紹介してくれるっていうとこまでは行って光が見えたと思うんだけど、その先が動いてくれないから、もうまた振り出しっていう状態になって、またそこの女性にどうすればいいのって聞きに行かなきゃなんなくなっちゃうんだよね。このシステムが全く意味が分かんないんだよね。普通ポリスだったら、それがどんな被害だったのか聞いて、もう一度そのレポートを調べるなり、そういう事件があったっていうことはこの狭い島で共有されてないっていうのも多分私からしたらおかしいな。例えば会社の中でなんか問題あったら、少ない人数の会社だったらあんまり例えになってない、共有されてそういうことはなくしようねみたいなことがあってもいいんじゃないかと思うんだけど、そういうね、共有され夜物事が夜事件が起きて、次の日の朝とか次の日の夜、その事件とかが共有されてないんだよね、全く。ポリスの中でそんなことあったのみたいな話でもう人ごと、もう時間から時間まで働いてればいいや状態だから、ことが進まないんだよね。ほんとびっくりしちゃう。ありえないっていうぐらい強盗事件も進んでない。去年の1月28日1月18日どっちだったっけな、1月18日から1月28日だったから、もうとにかく1年以上経ってるんだけど何も進まないですね。だからブルーカードもらったって何の意味もないっていう感じ。とにかく物が出てきてるのにそれを返してもくれないっていうのと、レポート
もしてくれないっていう、このねだるさ、その商品はどこ行っちゃったのって感じで、もう仕入れ価格で言っても5万ドル以上のものだから、ほんと勘弁してほしいんだよね。私この視察の人が来たって言ったから、新聞には韓国の人の視察が来てたから来てるよっていう新聞にマリアナスバラエティに書いてあったんで、てっきり韓国の人と同じようなことなのかなと思ったんだけど、全く違う部類で日本から来てるって言ってたから、でサイパンでこの人たちのグループをケアしてる人もいるから、結構観光の方には本気なのかななんて思ったりするようにちょっと今日なりました。とにかく観光を本気でやってくれるなら、やっぱ小さい投資家も大切にして強盗や泥棒の起きない状態。深夜さん、現在のサイパンのアパートメントフィーは安くなってますか？アパートメントなんかね、そうチャイナタウンあたりで私の知り合いの人が3LDK ぐらいのところ、結構広いところを借りたけど500とか600って言ってたから、めちゃくちゃ安いよね。こんなとこ借りたら普通に、1500以上から2000円ぐらいはしてたんじゃないのっていうところなんだけど、500ドルって言ってたからめちゃくちゃ安いよね。今その人たちだけの限定とかなのかもしれないけど、入ってないより入ってた方がいいからって言って500ドルぐらいにしてるのかもしれないんだけど、3LDK で500ドルは多分安いと思います。ガラパンから近いし、テナントがガラパン中にこうバーってテナントが全部空いてる状態でいるけど、あれいくらすんだろうね。ちょっと聞いてみようかな今度。あの状態でまだ1000ドルとか1500ドルとか言ったら入りたくないよね。もうちょっとどうなんだろうどう思います？あの状態のとこにポツって入りたくないと思いません？この間の動画で見せたけど、オールベーカントみたいなオール空き家のところ、空き家っていうのはなんていうの、空いてるところにこうポツンと自分だけここが角の店だからとか言っても入りたくないよね。周り隣もいないし向かい側もいないしっていうところにもっと怖いよね。だって12年前の強盗とか泥棒の時は窓という窓全部割って入ってきたからね。塞いでもだからそんなことがあったから、やっぱり周りに人がいないところにいくら安くても、だから借りるんならやっぱりどっか入ってる店の
隣とか前とか横とかじゃないと、入ってるビルに入んないとやっぱり不安だよね。入ってないとこにポンって入るのは。これでいくらするんだろう。アパートはだから安くなってるところが多いと思うんだけど、アパートだってすぐそこのアパートもガラガラだもん。すぐ近くに結構人気だったアパートメントがあるんだけど、ここも人が入ってないんですね。全くポツポツっとしか。だからこれからカジノが本当にオープンするなら、リオープンするな、再オープンか、買われたんだから、いくらだっけ、1260万ドル、19億円で買われたんだから、やっぱりカジノが復活してくれないと。でも今日のこういう視察団とか呼んでるっていう動きを見ると、政府の動きを見ると、カジノがもう一回ちゃんとやるんじゃないかっていう動きが見えてくるよね。そうすると雇用が増えるから泥棒も少なくなるし、りもいなくなるし、強盗はね、あれはプロだからね、あれはいなくならないと思うけど、あれは根絶やしにポリスがしてくれない限り、政府がしない限り、あれは雇われてやってる人だから、雇われてっていうかオーダー制頼むと、その人たちが嫌がらせのように強盗に行くっていう、あれ職業だから、あの人たちは政府が根絶やしにしなければなくならないから。で、こそ泥みたいなひったくりは雇用が増えなきゃなくならないから、デューティーフリーも閉まるし、4月に閉まっちゃったら、やっぱりその人たちの家族、だからローカルの人って意外と女性が働いて男性が結構遊んでるっていう人が昔は多かったのね。今は分からないけど、そういう奥様たちが結構デューティーフリーで働いてるっていうケースが多かったから、本当に昔の話だけど、そういう感じだったから、今はね、時代が変わってきてるから、やっぱり変わってるのかなとも思うけど、とにかく仕事がなくなっちゃうと、やっぱ家族もいるから、ハイアットもクローズして、ハイアットの人たちが少しは戻ってるみたいだけど、昔のハイアットほど今のハイアットの状態では雇えないだろうから、その人たちも仕事がなくなったんだと思うんだよね。でもマリアナもないでしょ。今だから一番元気いいのは韓国のケンジントンとか PIC、 ケンジントン PIC、 あともう一つどこだっけな、ケンジントン PIC、 あれもう一つあったよな、あれどこだっけ、同じ会社が持ってるんだけど、韓国の会社で、もうそこが元気いいっていうか、頑張ってくれてるからタイパン成り立ってんのかなとも思うし。
アナックスはいくらくらいになったのかな。アナックス、いや今は全然わかんないけど、今度聞いときます。いくらだろうね。600ドルぐらいとかじゃないのかな。600ドルぐらいじゃないの？違う？ちょっと前に1000ドル800とか聞いたけどな。それ以上減らない、安くなんないかな。800ドルっていうのは聞いたな。アナックスで800、まあ、アナックスの前もね、公園になったから、綺麗な公園になったから、ゴミの山じゃなくなったから、結構眺望は良くなったけど、どうだろう。一時期前に800ドルぐらいっていうのは聞いたけど、どうだろうなろうだって借りる人がいないんだもんね。雇用がないんだもん。雇用がどんどんなくなってきてるから、やっぱりアパートだっていいところで安いところがどんどん先に埋まってるわけだからね。セキュリティのいいところの方がやっぱり埋まってるし、アナックスはでもセキュリティいいからね、意外いい方だからね。まあ、裏山から来られちゃったらどうにもなんないんだけど、一応門があって、ね、ゲートがあって、ここから入るにはでいちいち誰々って名前を聞くわけだから、そこはああいうところの方がセキュリティはいいと思うけど、あそこも裏山からね入ってくるケースがあるから、あれ怖いよね。こんな強盗がいるんかと思った話があったからね、前に。裏山のところにフェンスとかあっても同じなのか。同じだよね。うちだって2メートルからの2、3メートルの壁になってるんだけど、それでも入ってきたんだからね、どうにもなりませんわ。やっぱり最近の強盗とかが、泥棒とかが怖いのは、やっぱガンとか持ってるっていうのが怖いよね。とにかく政府が動かなきゃ、強盗族はいなくならないから、いなくしてくれないと治安が良くならないと思う。それの一派のその強盗集団の結局下っ端はコソ泥とかひったくりとかやらないと生きていけないっていう状態だろうから、それがまた怖いしね。私は昔からガラパンの中でも一人でデューティーフリーからガラパンまでもデューティーフリーからガラパンというか、デューティーフリーから第一ホテルだったけど、その頃は第一ホテルまでも一人では歩かなかったからね。怖いから、夜は絶対に歩くってことは絶対しなかった。怖くて。で、一本裏の路地とかは絶対入らなかった。みんなサイパンに来たらどういうとこ泊まったりしてるのかな。今日もアクアリゾート行ったけど、やっぱりいいよね。
なんだろう、高級感もあるし居心地がいいっていうのかな、なんつうんだろう、リゾートに来たっていう気がするよね。クラウンプラザの入り口のとこも昔何だったっけ、昔第一ホテルの後何だったっけ忘れちゃった何だったっけ、あれ気持ち悪い。深夜さん教えて、何だったっけ第一ホテルの頃の雰囲気とは全く違って、クラウンプラザホテルもリゾート感たっぷりって感じになって、今すごいいい感じだけど、アクアリゾートがまたちょっと違うの。こう入っていって、エントランスから入っていってバッと開けるときにプールと海ダーンって広がるんだよね。あれがすごい気持ちいいよね。プールがまた綺麗だからあれが気持ちいいね。なんか目にリゾートに来ましたっていう気になるっていうのかな。で、あと深夜さん、今日もう一回ラフェスタ動画撮ってきたの編集今日間に合わなかった。これだけしか編集間に合わなくて今日載せられなかったんだけど、もうちょっとこう撮ってきました。廃墟ちょっと怖かったけど、かなり怖かったけど、ここにこんな店があったんだっていうのを近づいたらいろいろ思い出した。で、看板が残ってるんだよね、うっすらと。それを見て、こんなとこにこれがあったんだっていう感じで、ラフェスタのこう入っていった人がいたって言ったんだけど、あそこちょうどラフェスタのラフェスタ2とラフェスタ1の間に通りがあって、後ろに住居があるとこだった。なんであんなとこ入っていくんだろうと思ったけど、住居が辺あるところで入っていっていい道だった。入っちゃいけないとこなのかなと思ったんだけど。タナパグ最強説は健在ですか？タナパグ最強説、ギャング、強盗、いやあまり聞かないけど、タナパグ辺ってあれ、昔はタナパグのところで体験ダイビングとかよくしてたけど、一時期から入れなくなったでしょ。なんか辺の海にこの後入れるようになったのか入れないのか。深夜さん、最新情報は全く分かんないです。そう、なんかだから一時期タナパグの海を使わないっていうことになって、体験ダイビングとかあそこでやってたんだけど、あそこは使えませんよってこと、なんでか忘れちゃったけど、なんか理由があったんだけど、使えませんよってことになって、この後使えるようになったのかも不明、わからないや。使えてるのかもしれないし、でも聞かないな、タナパグでなんかしたっていうの、なんかこう体験ダイビングをしたとかなんとかっていうのは全く聞かない。
体験ダイビングにラウラウ行ったとかそういうのは聞くけど、あとマニャガハトか。今日このお会いした女性の方たちが言ってたけど、サップもないしバナナボートもないとかって言ってたけど、サップはアクアのとこにもあるし、多分ハイアットの前にもまだあると思うし、バナナボートもう今日の情報だと見には行ってないんだけど、クラウンプラザの前とかグランビリオの前とかにあるっていう話を聞いた。だから多分あるんだと思うんだけどね。走ってたりなんだりしてる様子は全く見かけられないので、この辺はちょっとわからない。未確認情報だから、今度あっち側に行ったら取ってきます。なんだっけ、ジェットスキーもそうでしょ。ジェットスキーも前はいっぱいいたから、グランビリオホテルの前あたりにいっぱいあったから、あれみんななくなっちゃうっていうのはちょっと考えにくいので、多分あると思うので行ってきます。あとなんだっけな、今日調べておきますって言ったの、そのことだよな、確か。みんなは深夜さんはじゃあサイパンに最近来てないってことなんだね。みんなサイパンにこう来ようかなっていう気にならないのかな。やっぱそれは問題は円高とかかな。円安？間違えた。円安だからってことかな。それともサイパンに魅力がないのかな。どうなんだろう。サイパンいいとこなんだけどね。とにかく政府が変わってほしい。政府が変わってほしいっていう意味は、もっと警察とかがちゃんと動くようになってほしい。なんか刑務官が17人増えたとかって書いてあったな、新聞に。テニアンは生きてますか？テニアンね、なんかこの間もカジノはなくなっちゃったけど、カジノとかはなくなっちゃったけど、だから畑がすごい広さでやってるみたい。畑をすごい広さでやってるから、その畑で採れた野菜をグアムやロタ島に、サイパンにもだと思うんだけど出荷してるって言ってたから、そういう意味では生きてると思う。寒くなった。そういう意味では生きてると思うよ。観光業としてはどうなんだろう。観光業としては牛に会いに行く。牛なんかに会いに行くっていう、なんかお店もなくなっちゃったしね。牛か海しかないと思うんだけど、ケニアはそういう意味で言ったらサイパンも同じようなもんなんだけど、サイパンには牛があんまり最近見ないな。
ヘニアンはだからお店がなくなっちゃってるから、どうなんだろう、そういう意味ではね、前はカジノがあったりバーがあったりっていうあれがあったけど、そういうものがなくなっちゃったんで辛いといえば辛いよね。ハイパンも同じようなもんなんだけど、本当に何もない。でも何もないって言われちゃったからね、本当にね、何もないよね。自然豊かなところなんで。でもいい場所ではあるので、本当にこれでカジノが出来上がってもっと警察がちゃんとした動きをしてくれるなら、政府がちゃんとした動きをしてくれるなら、本当にいい場所だと思うんだよね。結局は本当にみんな深夜さんが言ってた通り、みんななんだっけ、みんなお友達じゃないけど、なんだっけ、みんな仲間だっけ、なんて言ったんだっけ、みんながのローカル同士がみんな家族だから、そういうところが進まない一歩でもあるんだよね。結局はいい方向に進んでないんだよね。今の政権が共和党だ、トランプさんと同じなんだけど、民主党ともっとこう、もっとね、バイデンさんとトランプさんぐらいやり合ってくれれば、もっといろんなことが成長していくんじゃないかと思うんだけど、みんな結局お友達っていう、みんな家族っていう感じだから、だから隠蔽も起こるんだろうし、今日じゃない、この間新聞見てたら、深夜さん、ダイナスティはどうなってるかな。ダイナスティどうなってるかなね。立派なホテルはなんかやってんのかな、あのまんまなのかな、どうなんだろう。あれもったいないよね、あのまんま。でもあそこにヘニアにあれだけのホテルを動かさなきゃいけないって言ったら相当だよ。今100円でもらっても困っちゃうでしょ、あのホテルは。毎月どんだけ赤字になるんだって。ただでもらってもものすごい赤字になるとこだから、困っちゃうよね、あれ。一時期でも、もう昔の話でも雨漏りがひどくてっていう話があったから、ダイナスティどうなんだろう。誰も使ってなければもっと悪くなってしまう可能性もあるから。今日マリアナリゾートも取ってきたんだけど、マリアナリゾートのカート、あそこはやってるみたいだったよ。ビデオも撮ったんだけど、まだ動画を編集してないけど、やってるみたいだった。誰も走ってないけど、誰もいなかったけど、雰囲気はなんかやってるみたいだった。マリアナリゾートのホテルの方は入って、
封鎖とかにはなってないんだけど、まあ、やってないっていうのを知ってるからちょっと入っていくの嫌だったから入らなかったけど、綺麗にこう草とかは綺麗にされてたから、誰かちゃんと手入れしてるんだなと思ったんだけど、マリアナリゾートって誰か買ったんだっけ？忘れちゃった。なんか買う買わないっていう話があって、買ったんだよね。そうだ、誰かが買ったんだよね。あ、そうだ、誰かに売って、そうだ、誰だったかな忘れちゃった。誰かに売ったんだ。マリアナリゾートもね、綺麗なコテージとこっちのビルの方と、ビルの方なんか出来上がってそんなに10年ちょっと15年とかぐらいしか経ってないんじゃないかと思うんだけど、詳しくは忘れたけどね。あそこもラウラウもどうなってるんだろう。ラウラウは韓国人の人がやっぱりいっぱい来てるのかな。ラウラウも全く行ってないな。みんなはゴルフやらないのかな。見てくれてる人、ゴルフやります？ゴルフ最近私は行ってないけどノバルさん寝ちゃったのかと思ってずっとやるんですね。私はね、もう多分どのくらい行ってないかな。6年ぐらいは行ってないよね。行ってないっていうかできないんじゃないかなと思うけど、体も弱っちゃってるし、もうね、今日サップをやってみたいなと思った。ちょっと多分舐めてるんだと思うんだけど、サップをあのでっかいボードなら乗れるんじゃないかと思ったんだけど、今日の風ぐらいあったら結構こうパドルで漕がなきゃいけないから、ただ流されてどっか行っちゃうかもしんないけどね。サップってなんだろうと思ってたから、ちょっとやってみたいなって。なんかリハビリぐらいになりそうじゃない？リハビリとはいかないのかな。甘いかな。もっと大変なものなのかな、あれ。風があったら大変だろうけど、なんか舐めてるかな。やってみたいなと思ったんだけど、リハビリになるんじゃないかなと思ったんだけど、カイトとかはもうできないと思うし、カイトを持っている力がないと思うから、カイトサーフィンも今日うちに1個あるんだけど、練習用みたいのが、これもね、もったいないからあげちゃおうかなと思って。カイトも無理だ。カイトとかはもう本当あれはものすごいパワーがいるスポーツだから、カイトはできないと思うんだけど、サップならと思うんだけど、舐めてるかな。どうだろう。ちょっとやってみたいなと思いましたね。いや、とにかくこう視察団が来てくれて、韓国のメディアも来たりして、サイパンも盛り上がって、行くのに伴ってとにかく
とにかく政府がもうちょっと、政府と警察官がもっと正しい方向に行ってくれることを願うわ。そう、この間の新聞で私の12年前の私のことを殺そうとしたポリスの同じ名前の人、名前とミドルネームと名字とミドルネームと名前になるわけじゃない。その名前だけが違う人が議員さんやってるんだよね。新聞で見たんだけどちょっとびっくりしたんだよね。この人が例えばその議員さんが昔から議員さんだとしたら、それが隠蔽のもとなんじゃないのとか思うし、もう名前は伝えてあるんだよね。ガバナーにも知事にも伝えたし、ポリスの一番偉い人にもこの殺人犯の名前を、殺人犯じゃない、殺人未遂犯の名前を伝えてあるんだけど、全く何の反応もないんだよね。無視で、この人のその犯人のお兄さんだか弟だから私のフェイスブックに連絡があったのね。商品が買えませんかって何回か。だけど来ないのよ全然。で私怖くなってそれを警察の偉い人に言ったんだけど、そしたらそいつらは金持ってないから絶対に会いに行くなって言われたの。知ってんじゃないのそしたらって思ったんだけど、そいつらは絶対お金を持ってないから会いに行くなって言われたんだけど、ちょっと待って、それは結局知ってんじゃないの犯人って普通に思うと思うんだけど、どうその言葉を聞いて。私だけかな。それ知ってるっていうことだよね、その犯人を。その兄弟がお金ないってのはなんで知ってんのって私は思ったんだけど、絶対に会いに行くな、お金がないから、そいつらはお金が持ってないから絶対会いに行くなっていう、なんでそう言ったのかなと思って。もう激しいクエスチョンマークが頭に浮かんじゃったんだけどね。でこの数日後にだってその警察のお偉いさんに、だってこの間会いに行くなって言ったじゃん、お金持ってないからって、なんでそう言ったのって知ってるってことじゃないのって言ったら、いやそういう意味じゃないとかって言ってごまかしてたけど、あれ知ってるってことだと思うんだけど、もう名前も伝えたのになんで誰も動かないのかなと思って、でやけに時効だからって言い始めたから、ちょっとおかしいなと思って。やけに言うんだよね、もう時効なんだから忘れなさいとかって。忘れられないよね、そんな。自殺されたら余計マイナスイメージになりそう。自殺されたらどういうこと？サイパンをその日本人の人たちが視察したらってこと？なんで明日だって政府の
政府が誰かに雇ってる人が一緒にくっついてって案内するから、絶対変なこと言うわけないし、変なとこ連れて行くわけないし、マイナスな利益になるとこ連れて行くわけないじゃん。いいとこしか連れて行かないし、それはないと思うよ。プラスのだってね、視察の人たちが視察っていうことはそういうことを企画してテレビ番組とかそういうことをPR の制作会社とかそういうことだと思われるんだよね。向こうがお金を結局は投資しなきゃならないっていうことだと思うんだよね。ある程度政府もやるけど、それと一緒にお金が絡んでくる話だと思うから、視察なんだと思うから、そういう人に対して悪いとこ見せないでしょ。絶対いいとこしか連れていかないと思うんだけど、私はそんなことない。絶対変なとこは見せないと思うんだよね。ましてやアクアリゾートに泊まってんだから、高級なとこに泊まってるし、変なとこにラフィエスタの前は通ったかなそのぐらいは通ると思うけど、変なとこは連れていかないでしょ。連れていかないし、変なところの話が入るようなことは絶対言わないと思うよ。多分マイナスイメージはないよ。つかないよ思うよ。多分そこまで4、5日来ただけで調べられないよ。自分たちで動いてるんならまだしも、そういうケアの人がついてたら、まず変なとこに連れて行かない。変なイメージが湧くところに連れて行かないから、マイナスイメージにはならないと思うよ。だから今日もデューティーフリーの前のあたりのとこは通ったと思うけど、ガラパンのメイン通りは行ったのか行ってないのか、この男性の方は何もなかったって言ってたから行ったのかもしんないけど、視察団、お金が絡んでくることだと思うんだけど、多分企画かなんかで、企画会社かなんかで、制作会社かなんかでそういう企画をやりましょうかっていうロケハンみたいな、ロケハンじゃないけど、ロケハンまで行ってない状態だと思うんだけど、多分昔とやっぱりテレビも違うからね。お金になんなきゃダメだし、スポンサーやられなきゃやらないだろうし、昔の岩城滉一さんの時代だったらね、飲んでる最中にこういうことやりたいよね、ああいうことやりたいよねって、じゃあやっちゃうみたいなノリで、それでサイパンからグアムまでジェットスキーで行っちゃうみたいな企画が成り立っちゃって2時間番組で出来上がっちゃった状態だったけど、今そういうのもなかなかじゃないんじゃないの。なかなかないと思うんだけどね。私はそれが通用したんだと思うけど、
通用したし、それが結局ね儲かる時代でもあったんだと思うけど、今はなかなかいろんなことがうるさいらしいし、このコンプライアンスとかちょっともうなんかうざいなって感じになっちゃうもんね。YouTube とかでも言っちゃいけないこと、YouTube はまだ言いたいこと言ってていいのかもしんないけど、テレビとかだといろんなコンプライアンスがあって難しいんでしょ。日本の会社とかはもっと難しいんでしょ。深夜さん、観光客がいないと良い絵は撮れなさそうです。観光客がいないと良い絵は撮れない。いや観光客いないから綺麗な絵が撮れるとも言えるんじゃないの？ダメ？だって日本で撮影とかするときだってすいませんって止めるじゃん。ちょっと入らないでくださいみたいに。止めなくていいんだもん。もう止めなくても何も入らないんだから、これの方がいい絵なんじゃない？ダメ？このタレントさんがね映えるよ。映えるじゃん。ダメかな。このね今映ってる海の映像、今日携帯をポンって置いといたんだけど、ちゃんと立てかけておいたつもりだったのに、どんどんずれちゃってこんな画角になっちゃったんだけどこれしか撮れてないから今日しょうがないんだよね。我慢してね、私のYouTube に画像を求めないと思うけど、パタって動いちゃったみたいで立てかけておいたんだよね。もうかえってこう人がいない方が綺麗な絵が、タレントさんとかが来たら綺麗な絵がね撮れていいと思うんだけどね。今はどうなんだろう。サイパンカルネは必要なのかな。撮影とかにいちいちなんかうるさいこと言うとやっぱ撮影隊も来たくないじゃない。で書類が必要だなんだかんだって言うともうめんどくさくなって来たくないし、あとウィンドサーフィンのグループも全く今年来てないような気がするのね。なんか飛行機にウィンドサーフィンじゃないけど釣りの人がこの間言ってたのが、釣り竿を1本持ってくるのに2万円とかかかったからサイパンが遠くなるとかって言ってたんだけど、そう考えるとゴルフバッグもお金かかるってことかな。そうなのかな。ゴルフバッグもお金かかるのかな、持ってくるのに。そういうことか。でも昔からかかったよね。かかんない？1個手荷物は無料で、もう1個は昔からかかりましたよね。かかってないっけ？ビジネスクラスは2個まで無料だったんだけど、あら？思い出した。ソニーの市に岩城光一来店って写真あった。もうかなり来てましたからね。岩城さんはうち泊まってたからホテルとか泊まんないんで、だから
結構来てましたね、岩木さんもひろみさんもよく来てましたよ。熊田曜子ちゃんのビデオ DVD っていうのか、あれはまだデビュー当時だったのかな。ちょっと売れ始めた時の DVD はうちのプールで撮ったやつですね。まあ、レンタルビデオ屋さんにあるかどうかは知らないけど見てみてください、暇だったら。そう岩城浩一さん、トンチャンスに来店っていうかずっといましたね来てれば、サイパンに来てればずっといましたね。よくそんなこと知ってるなあ。でも雑誌とかにも載ってるし、テレビでもやってたから、知ってる人は知ってるかもしれない。古すぎるけどね、ものすごく古いけどさすが深夜さん古い私も深夜さんも古いですね。なんかね、新しいことを知らなくてちょっと困っちゃうね。新情報がないな。カジノとかね、そういうことの新情報はあるけど、お店とかの新情報があんまりないな。お店は本当にナイトクラブができてほしいかな。じゃないと慰安旅行やなんかの人には。でもゴルフクラブってお金かかったかな。お金かかったら2万円、釣り竿1本持ってくるのに2万円って言ってたんだよね。エコノミークラスで2万円もかかるんだと思ってちょっとびっくりしちゃったんだけど、どうなんだろう。またその辺も調べておきますね。いくらかかるのか喉が痛い。その辺いくらかかるんだろうな。今パパって調べても出てこないな。なんか出てこないですね。ちゃんと航空会社のページに行って調べないとダメなのかな。今度調べときます。サイパンにはみんな来たことある人たちなのかな。ジニアさんと野原さんは来たことあるっていうのは分かってんだけどみんな何も言ってくんないから分かんないんだよな。なんかお腹が空いてきました。もうちょうどこの YouTube を始めようかなっていう時間にちょうどご飯を食べ終わって始めるのか食べ始めるのかどっちなのかっていう私にとってはそういう時間なんで、今日はなんかまだ食欲がなかったから食べないで始めちゃったんだけど、お腹空いてきた。胃が動き始めたのかな。朝からコーヒーしか飲んでない。何杯飲んだかなって、コーヒー3杯ぐらい飲んだかなって感じで
私もこのYouTube を始める前にライブ始める前にやっぱご飯食べないとダメだな。お腹空きすぎちゃう。ちょっとタイミングがおかしくなっちゃうもんね。みんな何時頃ご飯食べるのかな。深夜さんとか何時頃食べるんですか。みんな何時頃ご飯食べます？夕食って。みんな7時ぐらいとか8時ぐらいに食べるのかな。もっと遅いか。はい、のんばるさん7時7時か。7時に食べれる？仕事終わるんだ。7時には終わってるってこと。7時ぐらいって言ったら普通の人はお腹すくよね。今日はお腹空いちゃったからこの辺でもう12時半1時になっちゃう。裁判嘘でしょ。今何時なの？時計がおかしいぞ。携帯の時計が一番合ってんだよね。12時40分12時40分。いいんだいいんだ。合ってる合ってる。日本も11時40分ってことだよね。そろそろ12時。土曜日の夜はみんなどうやってお過ごしなんでしょうね。他の YouTube の配信の人見てるとなんかやっぱり話すことが上手で話すことをやめて10年ぐらい経ってるから。10年は経ってないけどもう8年ぐらい9年ぐらい8年ぐらいは人と喋ってなかったから、ちょっとどうやって言葉を出すのかを忘れている状態なので、なんか今は一生懸命言葉を思い出しながら喋ってるので、もう少し経ったら滑らかになるかもしれない。まだリハビリ中っていうことで許してください。昔からあんまり喋る、仕事以外で喋る人ではなかったんだけど、仕事の時はやっぱり喋るね。19時お食事19時って何時？19時って何時よ？7時じゃん。同じじゃん。7時じゃん。19時。みんな7時頃に食べんの？だって会社が終わってからお家に帰るまで、お家に帰って食べるとも食べるわけでもないか。お家に帰って食べれる人もいるだろうけど、途中で会社のそばで食べちゃう人もいるのかな。7時ぐらいにお腹すくよね。ちゃんと仕事が終われば、5時6時で終われば。私の中では今そういう時間じゃないから。深夜さんありがとうございます。おやすみなさい。次回の楽しみにしてます。ありがとうございます。また明日動画が上げられれば、編集してる最中なんで
間に合わなかった。今日これだけパパッと開けて配信になっちゃったんで、他の動画が編集が間に合えばまた明日やります。日曜日だよね、明日ね。でやります。またよろしくお願いします。おやすみなさい皆さん。またよかったらなんだっけ、チャンネル登録といいねよかったらしてください。また明日やるかもしれないので、おやすみなさい。ありがとうございます。おやすみなさい。またよろしくお願いします。失礼します。ピコ。